原神プロ音楽家と聞く音楽解説。この曲異常です。こんにちは、長見ひゆです。今回はリクエストでいただいていたモンドのエリア曲休まぬ烈日を解説していきます。リクエストありがとうございます。このシリーズでは原神の音楽が好きでよく聞くけど、これはどういうジャンルの音楽なんだろうとか、どんな楽器が使われているんだろう、どんなことを表現しているのかなというように、音楽初心者の方でも音楽を楽しめる手助けとなることを目的としています。このシリーズを手助けしてくれるのは、原神をはじめモンスターハンタートライなどアニメ・ゲーム音楽収録に数多く携わった私のお母さん、そしてプロ作曲家の私の旦那です。解説は8年ほどドラムをやっていた元ドラマーの私、長見ひゆがお送りいたします。また、こちらの音楽解説は実際の演奏動画以外は耳で聞いた音のみで楽器などを判断しています。完全に合っているかどうかは断言ができないので、あくまで参考程度にお願いいたします。この動画にはモンド編のネタバレが含まれますので、ネタバレを回避したい方はクリア後の視聴をお勧めいたします。この曲はモンドの星拾いの崖で聴くことができる曲で、昼くらいにたまに聴くことができます。星拾いの崖はモンドのストーリーでウェンティがトワリンと再会し、天空のライヤーをぶっ飛ばされちゃったところですね。このエリアはとても開けており、海が一望でき、セシリアの花がいくつも咲いているという特徴があります。モンドを象徴するものはタンポポだったり、いろいろあると思いますが、個人的にはそこそこ風神ことウェンティとぴったりな場所だなぁと感じています。そんな星拾いの崖で流れる休まぬ烈日。これすっごい面白い構成になってるんです。というのも使用されている楽器が弦楽器のみ。バイオリンの音しか聞こえません。バイオリンを引き立てるためのシンセサイザーがうっすら入ってはいるんですが、本当に聞こえるのはバイオリンだけです。しかも演奏が異常です。これちゃんと聞いたとき、やばさに気がついたときはもう横転しましたね。と、あれこれ言うのもなんですから、まずは一度休まぬ烈日を聞いていただきましょう。いかがだったでしょうか？本当にほぼバイオリンでしたよね。この楽曲が持つ最大の特異性は、バイオリンの開放弦を中心とした奏法と、極めてシンプルな楽器編成にあります。バイオリンの開放弦が織りなす異様な響き。一般的なオーケストラ楽曲やゲーム BGM では、バイオリンは綺麗な旋律だったり、分厚いハーモニーを奏でるために用いられます。しかし、休まぬ烈日では、その核となる要素が、バイオリンの開放弦、ゲー線、デー線、アー線、A線と、その周辺の音階に集中しています。指で押さえない開放弦の音は、技術的な表現、例えばビブラートなどがかけられず、どこまでもクリアで持続的な響きを持ちます。これが休まぬというタイトルが示すような止まることのない風、あるいは日々の営みの繰り返しといったイメージを強く想起させます。
持続音のことをドローンと言うんですが、開放弦の音がドローンとして機能することで、聞き手に安定感と同時に単調さ、一種の神秘性を与えます。これは広大なオープンワールドを旅する原神において、そして初めに来る国、モンドの背景に溶け込みながらも存在感を放つ非常に効果的な手法だと個人的に感じます。また、プレイヤーの意識を引く旋律よりも環境音に近いテクスチャとしてバイオリンを用いている点は既存のゲーム音楽の常識から逸脱しています。これはプレイヤーに過度な感情移入を強いることなく、原神の世界観そのものに深く没入させるための大胆な試みと言えるでしょう。驚くほどミニマルな楽器編成。曲のメインを担っているのはほぼバイオリンソロです。かすかにバイオリンを際立たせるシンセサイザーの音も聞こえますが、その構成のミニマルさが曲の斬新さを際立たせています。楽器を絞り込むことでバイオリンの響き、特に開放弦の持つ澄んだ音色とテクスチャが純粋に抽出されます。これはモンドの自由で素朴な空気感、そして穏やかに過ぎていく時間を表現する上で多すぎる楽器編成よりも適していると思います。度肝を抜くゲーム BGM としての存在感。休まぬ烈日はその異様な奏法と編成により単なる背景音楽としてではなく、原神という世界の美しさ、異常なまでの開放感を象徴する音楽としてプレイヤーに強烈な印象を残します。これは従来のファンタジー系ゲーム BGM が多用してきた豪華絢爛なオーケストレーションとは一線を画し、バイオリン一つでこれほどまでに豊かな世界を表現できるというゲーム音楽の可能性を広げた一例として評価されるべき楽曲であると私は感じました。ウェンティのキャラクター実践紹介 PV のメインテーマはバイオリンが強調される演奏のため、ウェンティイコールバイオリンという印象が強く心に残ります。そんなウェンティを連想させるバイオリンだけで演奏されている休まぬ烈日は彼のイメージそのものでモンドの日常を描いており、完璧に結びついていると感じます。ホヨバは常におしゃれなことしてきますよね。今回の動画はここまで。また解説してほしい曲などありましたらぜひコメントしてください。今回は母が演奏してくれたウェンティのテーマ曲詩人の仕事のバイオリンソロの映像を流しながらお別れしようと思います。ちなみに母から送った動画はいつ使ってくれるのと怒られました。すいませんでした。この動画が面白かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた。